他の人物がロート・ボーゲル男爵を殺したのではないかと疑うようなものを目にしたり、耳にしたりしなかったか？さてと、選択肢が5つある。1つ目がラッキー・シュタイナー。2つ目はシスター・マチルダ。3つ目がウィドウ・オッティリア。で、4つ目が召集動員長フェレンツ。そして5つ目、マルティン。さあ、どれから行こうかな、どれかなというか、あげるべきものがどれなんだっていう話なんですけど、結局、証拠として出せるものが見つかっていないんだよね。ラッキーに関しては、何も見つからなかったし、マチルダさんに関しては今のところ動機があるっていうのと、シャベルがあるねっていう、その2つが見つかっている。ウィドウ・オッティリアに関しても、まあ動機はあるでしょうねっていうのと、一応、俺たちへっていうものは見つかっているね。そしてフェレンツさん。フェレンツさんも一応脅され聞いたので動機はあるんだけど、彼を殺害した時の動機っていう、まあ物的証拠はちょっと見つけられなかったんでしょうね、期限内に。ちょっとわからない。あとはマルティン。彼はまあ、盗みは働いたかもしれないけど、他がよくわからない。さあ誰にしよう。いない人、マルティンをバッツにあげるっていうのもできなくはないんだね、これ。さて、フェレンツさんを攻撃してみよう。大丈夫かな、これ。それはとんでもない主張だ、アンドレアス。大修道院長は小修道院長を高く評価し、君とピエロ修道士の両方の仕事を監督しているようだが。はい、その通りです。はい、しかし、社議室での小修道院長フェレンツの役割とその動機とはほとんど関係はありません。そうだね。こっちにしてみよう。とんでもない主張には私は真剣に受け止めることができる素晴らしい証拠が必要なのだ。この大修道院の尊敬に値する責任者よりも、芸術家の言葉を信じなければならない理由などあるだろうか。小修道院長フェレンツの動機の証拠なら提供することはできます。これはあれですね。手紙を持ってるからね。ぜひお願いしよう。男爵が到着した日、私はこっそりと社事室でフェレンツ小修道院長を観察していました。前置きが長いな、これ。ロート・ボーゲル男爵とフェレンツ小修道院長は男爵の訪問中に魔法の儀式を行うことになっていたので、その件で書状やり取りしていました。こっちにしようか。その証拠はあるのかな？小修道院長は男爵に宛てで書いた手紙を持っているんです。手紙を持ってますね。小修道院長は男爵に宛てで書いた手紙の刻印を持っているんです。刻印？いや、手紙そのものを持ってますね。その中で、小修道院長は、男爵がインスブルックの審問官に自分を告発するという脅しを実行したとしても、男爵のための儀式を行うことはないと書かれていました。法令術をほのめかすとは深刻な問題だ。小修道院長の立場は危うくなり、命だって危うかったかもしれないぞ。それに、フェレンツ小修道院長は男爵を殺害したかもしれないと思うのはどうしてだ？それが魔法の儀式だったなんて聞きたくはないぞ。よくわかりません。そうなんだよね。証拠はないんだよね。失敗したかこれ。そうか、面倒な話だな。小修道院長について他に何か伝えたいことはないか？ちょっと観察してましたって話はまだ言えるか。意図的にこっそりと観察していたのか？いいえ、一人で作業していて、床に物を落としてしまったのです。小修道院長は私がいるとは思っていなかったようです。具体的に、挙げておきましょうか。こっちは計画していたわけではありませんってあっさり答えてるけど。よろしい、続けてくれ。彼は本の中に書き置き、つまり暗号を書き込みました。それは彼が暗号化するために使ったボルベルと関連があったんです。なんだって、彼は何を暗号化したのだ？
それは定かではありませんが、とても怪しいです。そう。これもね、墓地のお墓にはたどり着いたんだけど、そこを掘り起こして調査するところまでできなかったんで、確証がない。マスター・マハラ、発言する場合は有益な情報だけに留めてくれ。ああ、そうですか。さて、召集動員所について他にそう異なるものあるのかな？ないね。はい。よろしい。他に誰が男爵の死を望んでいたのだろうか。まあ、いないといえばいないんだよね。マチルダさんと、オッティリアさん、この二人は一応挙げられるんだけど。なんとも言えない。オッティリアさん。いやー、あれで見る？彼女にはどんな動機があるのだ？彼女の夫は男爵のせいで亡くなったのです。男爵のせいとはどういうことだ？数年前、男爵はタッシングを訪れました。その時、ラニヒ・ケンパーと口論になったのです。それが殴り合いになりました。ウィドウによると、男爵はラニッシュをひどく殴り、その傷が原因で亡くなったそうです。彼が亡くなったのは少し前のことですが、家が法的に危うい状態になっているため、ウィドウは男爵に全ての責任があると思っていたようです。この女はどうやって男爵を殺したのか説明してもらえるかな？彼は全員世紀を過ぎていたものの、誰が見ても丈夫な人物だった。健康な男性であっても後頭部を殴られれば死んでしまうことがあります。ウィドウの家を訪ねると、亡くなったご主人の杖がありました。そう上部が壊れていたんです。これもちょっとね、証拠に欠けるんだよね。まあまずは、こっちから行きますか。ああ、ならそれとどういう関係があるんだ？ああ、そしてこっちに繋がるのか。亡くなったご主人の杖があって、上部が壊れていたんです。彼女はその壊れた杖について何と説明したんだ？尋ねていません。わーい。オッチリア・ケンパリンは良き女性ですが、主人の目の上に起こったことで苦労しました。そうだね。こっちは無言を貫くってなってる。一応まあ、こっちにしておこうか。彼女は自分が殺人犯だと疑われても、あまり気にしていないようです。いろいろな意味で彼女は人生を諦めているようです。この選択肢微妙に難しいぞ。まあ、こっちにしようか。マスター・マーラ、率直な意見をありがとう。他に男爵を殺したいと思っている人の心当たりは？いやーもうあとは、マチルダさんしかいないんだけど。もしくはマチルダさんを取り巻く誰か。なぜシスターが男爵の悪意を抱いているんだ？シスターたちは彼とほとんど交流していなかったと聞いたが、害を与えるには十分な時間があったのです。説明してもらおう。数年前、男爵が最後に訪れた時、修道女の一人であるシスター・マチルダと関係を持とうとしたのです。シスターは彼を拒否しました。そこで彼はシスターを死に一歩手前まで殴ったと耳にしました。彼女は傷を癒し、噂が広まるのを防ぐため、ヨーディへと逃げ込んだのです。しかしマチルダはまだ苦しんでいます。それで彼女は復讐を望んでいたと思っているんだな。はい。裏付けが必要ならば、マザー・セシリアが彼女をヨーディへと送った人物だと付け加えておきましょう。シスター・マチルダはこの事件について何と言っているのだ？彼女は男爵への怒りの気持ちを否定しませんでしたが、殺害については否定しました。シスター・マチルダは強い女性なのか？ええ、修道女の飲食物管理者なので、他のシスターより苦労しているようです。そうだったとしても、男爵のような体格と力の持ち主を女性が打ち負かすのは難しいだろう。彼女が何を使って殺人を犯したのか、私には見当がつきません。これは、シスター・マチルダが手入れしている庭でシャベルを見つけました。血で染まっていました。一応、シャベルはあったね。ウサギの血だとは言っていたけど。それは確かに奇妙だ。彼女に尋ねてみたのか？
これはいいえありませんと。これは、はいと。彼女は庭で子ウサギを駆除するために使うと主張しました。シスターマチルダと、とあるソウルとの関係についてお話しさせてください。これは、あれか。同じく、食料を管理している。男の方の、まあ、シスターではないね。司祭でもないね。ソウルの話。こっちはでも何にも話できてないし、口止めをされたぐらいなんだよね。話すかどうかってところだな。こっちは無言を貫く。これを話すと、そのもう一人のソウルの話になるんだろうけど、何も証拠を持っていない。けど、マチルダさんだけ祭り上げるのもちょっと微妙なんで、僧侶。なんだってシスターマチルダは飲食物管理者のボイスラフと不適切な関係を持っていました。すごいな、これ。証拠ないのに。まあ、ほぼそういうことは言ってましたけど、不適切な関係を持っていましたって言っちゃうんだ。それら男爵の死と関係があると暗に伝えているのか。彼女の人柄を物語っています。はっきりとは断定できません。ただお知らせしたかったのです。こっちだな。現在の調査には関係なさそうだな。とはいえ、ゲルネット神父とマザー・セシリアには伝えておこう。あらあら。あとは、ラッキー・スタイナーの話はもうしてもしょうがないな。マルティンは、まあ、実際逃げてるからな。ただ、盗みを働いちゃう上で、さらに、男爵に危害を加えた上で逃げるかっていう話だけど。私の捜査でも浮かび上がってきた名前だな。そうなんだ。彼は男爵の貴重品の一部を持ち逃げしたようだが。アーノルド？はい、その通りです。金の指輪、金貨12枚、グロシェン銀貨10枚。大修道院への贈り物であった書籍です。結構言ってるね。金貨12枚だって。ありがとう。この少年は泥棒だが臆病者としても知られていたようだな。しかも男爵がすでに退去した後の大修道院のゲストハウスから盗み出されたものだった。そうですね。そうは言っても彼が殺人を犯した可能性はあるのですよ。よくわかりました。まあ、そうなんだよね。可能性はあるかっていうと、あんまりないと思っているんだけど。一応ね。確かに可能性はあるだろうが、私の判断では全くないな。やっぱそうなります。証拠ないもんね。現時点では彼を男爵殺害の重大な容疑者として扱ってはいない。他にいるかな？ラッキーはちょっと話してもな。まあ、パワーでは負けないんだろうけど、証拠を何も持ってないから。終わろう。他にいません。よろしい。この事件を解明するのに役立つような他の出来事や情報について何か思い当たることはないかな？フロリアン修道士は男爵の服に入っていた書き置きについても、もう話しましたか？もう聞いてるよと。マスターは読めないよこれ。マスターホネラが私たちの登録簿に証言を記入したんだ。どういう意味かわからないな。無実とは一体誰のことなのだ。私にもよくわかりません。殺人犯がこれを書いたと思うか？それを書いたのは才能のある人物だったようです。キアサウには年長のエドック修道士とガイ修道士の2名がいると耳にしているが、正直に言って両者ともこのような書き方ができる技量はないと思います。今のところ、そうだね、この二人が書ける、この二人ではないと思うっていうのは、いろいろこれまでに出てきましたね。それ以外にもあるんです。文体が違うんです。エドックやガイの文体とは違うし、私の文体とも違います。まあ、詳細はどうあれ、殺人事件とは別の謎として残ることになりそうだな。残念ながら、伝えるべきことは他にもあるんです。実はもっとたくさんの書き置きを見つけました。そうですね。あとはもちろんですとも、こっち。
男爵を殺す動機のある者たちに当てて、同じ文体で同じスリーの用紙紙に書かれた書き置きです。それは非常に危険だ。しかしもう一度言うが、それは私の調査の範囲を超えている。いずれにせよ、教えてくれたことには感謝しよう。ああ、ダメか。そっちを調べるんでもうちょっと猶予をもらおうとか思ったんだけど、そんなに甘くはないか。もちろんですとも。マスターマーナ、時間を割いてくれたことに感謝するよ。いやヤコブを説得するのに失敗しちゃった。礼儀正しく名前を教えたっていうのはプラスですけど、貴族が好きではないことをほのめかしたことはマイナスになってるし、貴族に関するヤコブの質問の関連性に疑問を呈した。これが大きくマイナスと。良くないね。ヤコブの信頼が得られていない。そして、これどうしようかな。誰を犯人だと思ってるのか、お聞きになりたくないのですかってなってるけど、これ、もう説得に失敗してるし聞いてくれないんだろうね。もちろんですとも、どうしようかな。じゃあ、今回はダメでした。どうしよう。審判の日が来ちゃった。アンドレアス、まさか来るとは思わなかったよ。自分でも来るとは思わなかった。結局のところ結末を見たかったのかもしれない。ああ、来たぞ。なんでだ、これを見逃すわけにはいかない。いや見逃すわけにはいかないって言っておくか。ウィドウ・ケンパリンがラニッヒの死に残ってることは知っていたけど、まさか本当に男爵を殺してしまうなんて、そうなの？そうだったの？裁判を見逃したな、アンドレアス。ミッテンワールと治安判事が来て罪状をすべて読み上げ、ウィドウは有罪になった。あらあら。ウィドウの人生はもう終わりだ。もう何の生きがいも残ってない。ウィドウはやってないはずだ。治安判事は間違っている。老婆には逆らうなということか。やってないはずだとは言えないんだけど。老婆に逆らうんだ。うわぁ、どうしよう。もう何の生きがいも残ってないにしておこうか。滅の魂が危機に瀕しているということだな。あ、始まるみたい。オットーだ。俺何か見逃したか？大丈夫よ。アンドレアス。おっと、うなずく。おっと。あらあら。というか、この場に、赤ちゃんとか子供も連れてきちゃってるの。わー、捕まってる。マチューさん。オッティでは見せ物じゃないのよって。マチューさん。翻訳、読めない。そして処刑人がいる。オッティリアさん。あんたたちはずっとこうしたかったんだろう？やっと私とおさらばできるね。せいせいするよとか、見苦しいよとか、敬意を払わんかとか、結構みんな、オッティリアさんに対して冷たいですね。そして、静粛にと。処刑人に命じる、即務を遂行せよ。こんなみんなの見てる前で、打ち首にするってこと？何が起ころうとも平和と安全を保障する。あらー。さっさとやって、オッティリアさん。終始する、目をそらす。いやー、ちょっと名前を挙げてしまった以上、目をそらすわけないかない。きちんと見届けましょうか。紐なの？子供に見しちゃダメです。ざっくり。ショックすぎるんですけど。オッティリアさん倒れた。みんな十字切ったりいろいろだ。確認した。ショッキングすぎて、見せられない。リシャルトさん。ハンジ殿、処刑は成功ですかね？判決と法にのっとって処刑できたな。
神と処刑術を教えてくれたマスターのおかげだ。なんてこった。ヨハンさん、礼を言わないといけなさそうだな。礼？なんでだ？何の話だ？礼なら治安判事にしろ。私とは何の関係もない。なんでだって聞いておこう。女裁長にオッティリアとラニッシのことを話しただろう。話しましたね。でないとローバーの土地を手放すなどしないはずだ。これでラニッシの区画に農場を拡大できるぞ。なんてことを言うんだ。今年中に作物を植える時間もあるかもしれない。何も言わない。土地が手に入るから死を喜んでるんだろう。どうかしてる。そうか。どうかしてるぜ。あら。まあいい。それじゃあ、アンドレアス。別に。ピエロさんか。アンドレアス、そろそろここから出ていく時間ではないのか？そのようですね、ピエロ修道士。はい、そろそろ行きます。そうです。悲しい別れなら仕方ないようだ。もう少し長くいてくれると思っていたんだがな。しかし、世界はキアサウより君を必要としている。君はこの古い大修道院を卒業して、一人前のマスターに成長したのだ。君は息子同然だ。寂しくなるな。私も同じです。私がいなくなったら誰があなたを厄介事から守るのです？いやこう言いたいけど、離れちゃうからね。私も同じです。寂しいですね。さあ、君の傑作が完成したのだな。君は出ていく前にもう一度見てもいいかな。ぜひどうぞ、あなたの評価こそ貴重なのです。そうですね。望んでいた通りの出来ではないのですが。いや、もうぜひ見てください。老僧の意見に大した価値はあるまい。それでも、ついに完成した作品と会えることに興奮しているぞ。見てもらおう。わあ。そんな、胸元に入れておけるサイズだったのか。すごいいっぱい細かく書いてるけど、これはまさに傑作だ。傑作と呼ぶにふさわしい。これまでに出てきた絵の中で一番細かいんじゃないかな。私の助言をしっかり受け止めてくれたようだね。どの助言のことですか？作品の中に自分をすり込むこと。一番右側にアンドレアスがいますね。そして、他の芸術家の作品を解釈するだけでなく、それを真の姿へと変換するように、ということだ。どういうこと？この辺の登場人物も、ベック・ヨルクとか、なんか、今回出会った人たちじゃないのかな。これは私たちが目にしたいと思うものではなくても、君が見てきた世界をそのまま表現している。そうですね。私が言うべき立場にはないことは承知の上だが、アンドレアス、君を誇りに思うよ。なんか落ちた。これは羊皮紙の切れ端か。ここに戻ってくるな。警告文なのか。あらあら。一体誰の字なのだろう。イエドック修道士やガイ修道士の時代ではないようだが。私とフロリアン修道士も男爵の服の中に同じような書き置きを見つけました。見つけたね。授業ですら心配することは何もありません。ピエロ修道士に何も言わずに去っていきたいけど、気になっちゃうから言っちゃうんだな。それに調査している間に他の人に渡された書き置きも発見しました。誰かが男爵を操って夜中に3次会会議場に行かせようとしていたのでしょう。違うと思うんだな。こっち。この町とこの大修道院の闇に隠された秘密を知っている人物が書いたに違いありません。これはつまり、
犯人はまだ生きているってことですよね。真犯人が男爵を殺害するためにまるで誰かが過去に埋めた糸を引っ張るかのように、それらの秘密を引っ張り出したのでしょう。恐ろしい考えだ。しかし誰が一体そのようなことをするのだろうか。わかればいいのですが、今回は解き明かせなかったかな。それは神の意図することでしょう。そうだろう。それに、これを書いた者の心の中に救う悪を、神の愛で取り除かれることを願うばかりだ。過剰に悩む必要はない。君の未来は、この壁の外に広がっているのだからな。死が私を連れ去る前に、君が旅の途中で一度や二度、私を訪ねてきてくれることを願っているよ。できるだけ頻繁に会いに行きますとも。また会えるはずです。会いに来るよ。そうなることを願うよ。アンドレアス・マーラー、君に神のご加護をあらんことを。ご親切に感謝します。また次に会う日まで、どうぞお元気で。ご指導に感謝します。また会う日まで、どうぞご元気で。ピエロ修道士、あなたにも神のご加護があらんことを。まあ親切だったからね。また、会いましょう。お元気で。